こんにちは、堺一文字光秀3代目の田中亮です。今日はですね、包丁の鋼の鋼材について詳しくお話をしていきたいと思います。鋼材って細かく言えば言うほど、鋼材、例えば白2個、白1個とか1個1個の動画とかっていうのも作れてしまうぐらいなんですけど、今日はざっくりステンレスに対しての鋼の包丁ということで、特徴をご説明したいと思いますので、どうぞ気になる方は最後まで見ていただけたらと思います。ではよろしくお願いします。鋼の包丁について、今からお話ししていきたいと思います。大きくですね、包丁の素材は鋼とステンレスに分かれてます。どちらを選ぶかなんですけれども、鋼とステンレスはじゃあどういうふうにどこが違うのかというと、まず、切れ味の面です。これは、鋼の方が同じ金額だったら、これ5000円以上ぐらいのレベルですね。だと鋼の方が切れ味が良くなります。メンテナンス性のところです。これは、鋼でもステンレスでも両方とも良し悪しの特徴があって、鋼だと錆のケアをしないといけないんですね。でステンレスだと研ぎの時に少し鋼より時間がかかるんです。こういう違いがあります。なので、切れ味に対するコストパフォーマンスで取るのか、錆のケアをするしないで取るのかっていうのが、鋼かステンレスかを選ぶ1個の大きな基準になるので、そう思いながら選んでいただけたらいいのかなと思います。代表的な鋼の紹介にどんどん移っていきたいと思います。木鋼っていうのは安価でリーズナブルです。ただ結構やっぱ脆いんですよね。硬いんだけどかけやすい刃が最初ついてしまうので、結構研ぎだったりとかメンテナンスを結構やる前提で、購入いただくのはこの木紙かなというふうに思います。白紙2号ですね。これがだから一番スタンダードになります。硬い包丁だとか切れ味がいいとか研ぎやすいとかっていうのはこの白紙2号に対してで言われることが多いので、一番最初に持つんであればこの包丁を一番おすすめします。職人さんの方でも、普及率が高い分作る回数も多いのでかなり品質が安定しやすい素材っていう特性もあります。で白紙1号ですね、これうちで一番、実は販売されている包丁でめちゃくちゃうちにも自信がある包丁です。意外と他のメーカーさんとかは、おすすめそこまでしてない鋼材になるんですけれども、青鋼の方が売りやすいんですよね。素材としては高価になりますし、あとはさっき言ったみたいな粘り強さみたいな特性があるから、切れ味がいいですよっていうのも、言えるという側面があります。次に青紙2号ですね。大げさに言うと白紙が研ぎやすくて、青紙が、丈夫で粘り強いというイメージになりますので、青紙2号っていうのも、すごいいい包丁なんですけれども、かなり粘り強くて、しっかり、そこまで研ぎにくくもないっていうので人気の包丁になってます。さらに硬くした青紙1号、これもすごい切れ味がいいですね。で研ぎやすさがちょっと、今までご紹介した包丁よりも、欠ける部分がある、硬すぎてちょっと研がれにくいという性質があります。最後にこの青紙スーパーですね。切れ味はめちゃくちゃ長く続くし、とても硬い包丁なんですけれども、砥石にやっぱりかかりにくい、砥石の上滑っちゃうんですよね。なのでかなり砥石も厳選しないといけないし、研ぎの時間もかけないといけないし、研がれてるかどうかっていうのを、いろんな側面から研ぎ師自身が判断しないといけないっていうのがあるので、結構玄人向けの素材になるのかなというふうに思います。硬ければ硬いほどお値段が高くなってます。21スーパーとかの順番でだんだん硬くなっていくんだなっていうのだけ覚えておいていただけたら十分かなと思います。よく言われるのがですね、白より青の方が高級いい包丁だっていうことなんですね。そう説明してしまった方が楽な部分はあるんですけれども、僕らは白紙をすごく推してて、その刃物のポテンシャルが100まであったとしても研ぎにくかったら常に60、70ぐらいまでしか出せないみたいなことって起こり得るんですね。でそれがしっかり砥石にかかって、いい状態を作りやすいってなったら、それを80、90の状態でずっと作れるっていうのがあるので、うちとしては研ぎとの相性の面も含めて、推している素材になるかなと
いうふうに思います。これは結構お店によっても職人によっても考え方が異なる部分なんですけれども、一文字は白一推しなんだなというふうに思ってもらって差し支えはないかなと思います。包丁を選ぶ時の注意点なんですけれども、惣菜だけにあまり縛られない方がいいです。食材良ければ美味しい料理できるかっていうとやっぱそうではなくて、どういう下処理をしたのかとか、どういう調理をしてどういう仕上げをしたのかっていうので、総合的に料理って美味しいかどうか決まりますよね。それと同じで、香菜がいいっていうのは食材がいいって言ってるのと同じだけなんですよ。でそこを、鍛造熱処理っていうのをして、で研いでそれをハンドルをつけてバランスを整えるっていう、4つ大きく4つですね。この工程が全部きれいにできているからいい包丁ができるっていうところがあるので、香材名にそこまで左右されないっていうのも大事なのかなと。同じ香材だからといって同じ実力とは一切限らない。例えば包丁作りの工程、和包丁とかだと焼き入れまでの工程で細かく20とかステップがあるんですけど、極端な話安く作りたければそれを10にしたりとか、丁寧に作ろうと思えばその20を時間かけてやったり30にしたりとかってこともできるわけですよね。でそういうことによって同じ鋼材でもいい包丁が作れたりとかもするっていうのがあるので、周りの人の評判とか、あとは結構やっぱそういうの価格に跳ね返ってくるので、高い安いっていうのを鋼材名だけで判断しないみたいなのも結構大事になってくるかなというふうに思います。弊社は、包丁店内にあるやつはどの素材なのかとか、どういう工程を経ているのかっていうのは基本的にお伝えするようにしてますが、例えば大きく白香ですよとか、白香って本当はね白2香白3香とか白1香とかもあったりするので、そのうちにどれなんだっていうのを表示してないところもあって、表示しないのって不親切なんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、先ほどお伝えしたように鋼材が必ずしもその包丁の実力を全て決めてしまうわけではないので、ざっくりこういう素材ですよっていうことに対して、それを信用して購入してくださいねと。要は鋼材名でその品質を判断してほしくないっていう意図が込められると、そういうちょっとぼやかした言い方になる鋼材っていうのもありえると思うので、そのあたりは、鋼材名出てる出てないだけで包丁屋さんの良し悪しみたいなのを決めすぎるのも良くないのかなと思ったりします。簡単に把握した方はさっき言ったようなざっくり白2香は普及してる包丁だとか、青子の方が粘りがあって欠けにくいんだなとかっていうのを把握しておけば十分だと思うんですけれども、もう少し深く知りたいという方に組成表を見るっていうのもお勧めしたいと思います。今見ていただいている組成表っていうのは数字が全部ね固定して書かれてるんですけれども、実際はそれぞれの鋼材に対して、幅でですね成分を規定しているので、比較が分かりやすくできるためにあえてちょっと数字を固定して書いているので、そのあたりはご了承いただけたらと思います。炭素ですね、これが多ければ多いほど包丁は硬く作られるので研いだ時の切れ味が長持ちします。モリブデン、バナジウム、ニッケル、タングストンあたりとかっていうのは入れれば入れるほど粘りが強くなります。なので摩耗がしにくくなったり、逆に言うと砥石にかかりにくくなったりとかするのがこの辺りの要素で、あとはクロームですね。これは鋼の場合はゼロに近いんですけれども、10以上超えてくるとステンレスですね、いわゆる錆びにくい包丁になるんだなというふうに考えていただけたらと思います。あとは、いわゆる不純物ですね、製造の工程で、どうしても含まないとそもそも作れないよみたいなところにリンとか硫黄ですね、こういった要素があります。なんでリンとか硫黄に関してはなければない方がいいよねという要素になってきます。では求めさせていただきます。まずは鋼はですね研ぎやすくて切れ味がいい傾向にあります。でも錆びるですね。あとは白紙と青紙だったら白紙の方が研ぎやすい、青紙の方が切れ味が長く続いたりとか欠けにくいという特性を持っています。鋼材名だけでは全ては決まらないのでですね、工程も大きく左右する要素になります。3号、2号、1号スーパーの順でだんだん硬くなっていって高価になっていく、その点覚えていただけたら鋼の方が十分かなと思います。
鋼のご説明をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。もし気に入っていただいた方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。これからはステンレスについて語った動画だったりとか、鋼もですね白二項だけに特化してお話していくような動画っていうのを作っていこうと思いますので、これからもよろしくお願いします。何か他に知りたいことがあるとか質問とかありましたら、ぜひコメント欄にお寄せいただけたらと思います。ではありがとうございました。